にちは。今回はグノーシア第8話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。エンディングも変わった。もしかしてグノーシアバージョンのエンディング？エンディングが全部具の顔バージョンになってる。エンディングキャンセル入ってからがチコアだったな。もしかして人狼における強靭要素が始まったってこと？ククルシカ声よ。アニメのククルシカ騒動めっちゃ怖い。ククルシカがこんなキャラだったとはな。これ次から真っ先にククルシカを凍らせないといけなくなった。これなんでレムナンと二人きりの時なんだろうな。レムナンがそういうのを引き寄せる体質ということなのか。グノラップ高速ラップすぎる。カラオケで歌うには難易度が高そう。この歌詞もしかしてグノーシア側の思考ってこと？ホラー好きからすると最高のエピソードだった。ククルシカによって船内があんなことになるとは。何どういうこと？どういうこと？貝が出てない頃の日暮らしの心にも呼んでる気分だった。ククルシカ騒動、あのくらいやってくれなきゃ異常性と執着が伝わらんもん。レムナンの過去がさっくり明かされたから言うけど、飼い主から思った以上の年月逃げてます。毎回前回よりも面白いが上回っていくの。なんだこれ、すっげえ。一気にじゃなくて毎週追ってるからこその旨味もあるよな。絶対シャーミン決まっちゃってご機嫌なの。クズ可愛かったね。ククルシカ騒動描写に力入ってて予想以上だった。こんなの怖すぎだろ。特殊エンディングも入れる気合いっぷりなホラー界。完全にホラー映画に出てくる殺人鬼。そんな中、シャーミンの土下座インパクトとラキオの死に顔作が良くて面白かった。笑い。やばい、一気に面白くなってきた。なんだこれ。エンディングの特殊演出からの展開めっちゃビビったぜ。めっちゃおもろかった。原作知ってる身からすると、こんなにいろんな演出持ったアニメ化ありがとうございますって感じで最高でした。ホラーゲームだったのかこれ。なんだったんだよククルシカ。なんちゅうひどいバッドエンドだ。大丈夫、ユーリくんどえらいトラウマにならない。今までで一番最悪のループじゃないか。すげえな。ボイスなし設定がうまいこと怖さを引き立たせてる。もはやグノーシアどころじゃなくなってきたな。身体能力がパワフルすぎんか。原作プレイ組が想像してた虐殺の100倍くらいパワー系だった。原作勢だけどククルシカ騒動がイメージよりターミネーターで怖かった。映像で見せられると騒動ってレベルじゃないな。リアーギャグ界と土下座でガード下げてこれはやばいわ。完全に油断してたからやられたわ。今までグノに食われても直接的なグロ描写は悲鳴くらいしかなかったから。いや、原作イベントのつなぎがうますぎて大満足だよ。リアー脚本すげえな。レムナンが嫌がってたのにシャーミンの土下座のせいでククルシカ騒動ルートに押し込まれるの。どうしようもなくて最悪すぎて笑った。脚本家の一声で思いついた時ニコニコしてたでしょ。今までのルールが通用しない展開だらけでわけがわからなくなったよ。いや面白かったけど。ルール無視してら大変なことになるよっていう一例みたいな感じかな。その一番ひどいパターンで原作だと水そうめんイベントというのがある。これを最初にやることで留守番以外凍らせればよいというツッコミを封じ込められる。ククルシカと2人人間側で生き残っても積んでない。こんなんも今後優先してククルシカに票入れちゃうよ。ゲームでそれやるとほぼ全員からヘイト買います。結局ククルシカは第三勢力なのか、謎は深まるばかりだ。今後のネタバレになるから楽しみにしとけ。なんで土下座野郎スルーして次の日行けたの？土下座して許されたから。原作で見たいネタは大体やってくれそうだな。さっきの回、重道が本物エンジニアだったじゃねえか。重道エンジニアラキオドクターだったのか。すごい釣られそうなコンビだ。地味に真人間なラキオが2日目まで乗り越えた貴重な宇宙だったのに、なぜラキを移したいえ。なんか面白かったから。ラキオは死んでるだけで面白いとかこすくない。乙女お前部の推し屋だったのにククルシカの提案翻訳したの。
ジナはグノーシアなのにユーリを捨てようとしたのか、さすジナ。留守番って人間確定だけなんかククルシカ無双してたけど、人間確定だけ何も情報や能力持ってない。普通真っ先にグノに駆られる対象なんだけど、妙に生き残ってたね。とうとう主人公がグノーシアか。ギャーコメットアイボーグの回か。チュートリアルの仲間がコメットとか何の嫌がらせだよ。ラキオグの回でグノコメットは雑魚だよというよりは身に染みて分かってるだろうに。これは優越。自分がグノーシア側になることでグノーシア側の事情を何か知れるのかな。グノになったユーリがどういう風に描写されるのか楽しみ。グノになるとはヘ顔になる子いるよね。グノーシアの時エンディング変わるんだ。これ歌えないよ。ステラだけアヘ顔のレベルが違う。エンジニア、ドクター、守護天使に続く新ジョブ、留守番、会議決定無視で人間確定、の留守番以外全員をコールドスリープするイレギュラー。この物語どこまで行くの？シャーミンの土下座を許した連帯責任で全員コールドスリープはイベントのつなげ方が自然でめちゃくちゃ良いね。ククルシカの暴れ方が原作よりもりもりでパニックホラー感出てて最高。次回とユーリくんがグの側だ。シャーミンの土下座来た。アニメだと動きがうるさくて本得さ。思ったよりみんなにドン引きはされてなかったけど、ユリコ様のクズが聞けて最高だった。そしてそこからのククルシカ騒動、ゲームでも怖かったけどマジで怖すぎ。次回グの視点も楽しみだな。土下座を持ったより早かった。式の初めて見た。じわる。そりゃ生きてく上で生の土下座と対面する機会なんてそうはないのよ。八重歯、剣士が強調されるシャーミンのコミカルな表情いいね。土下座による見逃しで最悪な空気に議論が停滞したから留守番以外全員コールドスリープっていう極端な選択をするのも自然な流れだった。そして SF 人のゲンをパニックホラーに変えちゃうククルシカの怖さよ。来週もすごく楽しみ。ククルシカ騒動をゲームでした時はスチルで見た何者かわからない一瞬の恐怖だったけど、アニメになることで切迫感や皆が倒されてる姿を見ての悲壮感がより一層際立っててじわじわくる怖さがあった。これアニメ化してくれて本当にありがとう。そりゃ人間の中にも悪いやつはいるよな。それはそれとして鋼鉄の壁をぶち破るククルシカは何なの？元から力の強い種族なのか、科学技術で強化人間になってるのか、あというよりはなんで毎回人間なんだ。ククルシカ騒動に土下座足す乙女爆笑イベントを加えた回。具の4人設定から狂人はアニメでは登場しなさそうかなと思った。バグはどうなるか。留守番以外全釣りはゲームでは初手から提案されるものだが、土下座での釣り回避から全員の罪という形で受け入れるのもうまかった。シャーミンの土下座から式の凍結抵抗につながってククルシカの全員凍結提案で締めるの。お話の動線の組み立て方がうまいなって感心しちゃった。ククルシカ騒動のゲームは静かな怖さなのに対してアニメはパニックホラーチックなのもいいね。ゲームでは見られなかった美女とか展開の細かいシーンが映るのがすごいよね。でもループものとはいえ登場人物の死亡シーンはやっぱつれえわ。ここに来てエンディングが変わるって規格外すぎて面白すぎる。留守番という役職が追加。投票の結果は土下座で回避可能。笑い。ククルシカ、恐ろしい子、殺戮を楽しむ趣味でもレムナンは過去体験から危険性を感じ取ったのね。いやいや、待て待て、理解が追いつかないんだが、つまりこれはククルシカがそもそも危険なやつだったってこと。人間は必ずしも全員がまともではないと、もはや有利にとって手に負えない状況だと序盤で思ったらこれだよ。ますますルールが複雑になってきたと思ったら超展開でそれどころではなくなる。本当に次から次へと目が離せませんね。有利が今回はのセリフを突っ込まれてましたが、この辺りの事情、ルークもどこかで足元を救われそう。本当すごいアニメ化だわ。ちょっとジムグループ展開に慣れてきた。というタイミングでこれをぶち込んでくる。次回への引きも良すぎ。騒動の件は原作通りだけど、アニメはかなりやりすぎ。個人的にはありがとうございます。
最後までついていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。